さて、Steam 史上比類なき人気を誇るコロニーシミュレーションが大型アップデでトレハン要素までも追加とのことで、今回はリムワールドオデッセイの紹介を行います。世に神ゲーと呼ばれる作品はいくつかあるかと思いますが、どれだけ多くの人に支持されているかが指針の一つともなります。リムワールドは 97% に圧倒的好評18万件という、まさに神のごとく面白さを得られるゲームとして君臨しており、神ゲーと呼んでも差し支えないでしょう。近年 AAA と呼ばれる作品は時代の進化とともに美術面や内容量はとんでもないことになっておりますが、一方インディーゲームはゲーム性に全振りで評価される作品も多々あります。人は何に対して面白いと感じるのかを研究し、面白さの追求がこれでもかと行われています。加えて価格も AAA に比べると安価で、リムワールドはそれらにおいても評判を得ています。大まかな内容は反自動的なサバイバル系ゲームとも言えます。キャラクターは自律的に行動し、命令を出すとこちらの指示通り動いてくれます。そこらの木を伐採し、壁を掘って鉱石を集め拠点を作成し、物資を溜め込み新たなものを作ります。食事や病気、敵襲に対処しつつ、いずれ宇宙に飛び立つのがゴールです。もちろん宇宙には行かずに拠点を作り続けても良いです。価値の高いものを集めまくると敵襲が強烈になるため、制限しながら遊ぶのがより長く生き抜くコツです。また拠点を破壊する敵が何よりも脅威のため、それを排除する方法を全力で模索します。1回のプレイではまずうまくいかないため、何度も繰り返し遊ぶことにもなり、その度に面白さを得られます。何よりもユニークなのはキャラクターの欲求度制御です。他キャラクターとの相性やら拠点をいかに良い状態に保つか、どういう行動をさせるかによりキャラクターの心情が上下します。心情が高ければ作業効率も増し、対して景観が悪く汚れていたりすると心情が下がり、病気になり、コロニー崩壊に近づきます。その他奴隷ペットシステム手術といった長年のアップデートであらゆるものが実装されており、できることはあまりに多彩です。これぞ無限に遊べる作品ともなり、食事するのも忘れ、気づいたら時間が過ぎ去ってしまう恐ろしい作品ともなっております。その上、モッドの存在も大きく、ゲームをお好みにカスタマイズできます。フォールアウト風にするとか、ディアブロ系戦利品システムを取り入れることもできます。この作品一本あれば、人生において暇は一切なくなります。そんなリムワールドですが、今までにゲームを拡張する DLC をいくつか出しており、この度さらに新作、オデッセイが登場しました。宇宙船で色々な場所を飛び回れます。今までは一つのマップ内で拠点をとことん大きくしていくのが主であり、たまに違う場所をダンジョン的に探索しに行く程度でした。しかしオデッセイでは宇宙船が拠点代わりともなり、様々な地を飛び回り物資を集め、より宇宙船を拡大していく遊牧民プレイが可能となりました。他にも宇宙空間を探索でき、最終目標としてラスボスも用意されています。という内容から早くも Steam レビューでは絶賛の声が上がっています。この DLC は宇宙で遊べるモッドを公式で取り入れたのではないことも言われていましたが、そのモッドは遊んだことがないためちょっと判断がつきません。あと今回は何も調べずに遊んだため、色々手順を間違え、ただ宇宙生命体から逃げ回るだけのゲームになってしまいました。様々な場所を転々とする理由として定期的に強力な宇宙生命体が襲ってくるためです。ただし違う場所に飛び立つと、その今いた場所の内容は消えてしまい、戻ってこれません。これを知らずに初めいきなり今までのように地面に拠点を作ってしまったため、結果どんどん物資は減り、人は病気になり何もできずにしぼんでいってしまいました。どうやら初めに持っている物資で宇宙船はある程度拡張できるそうで、それで船の中に寝室やら何やら作れるそうです。ともあれ今回はそれ以外のアップデート内容も体験できたため、動画後半ではその様子をお届けします。他に大型アップデート内容として宇宙船以外にも多彩な要素が追加されています。一番は私のチャンネル的には大きいトレハン要素の追加です。今まではモッドにより装備などにレアリティやランダム性能をつけられました。しかし今回の大型アップデでユニーク装備に対してはランダム性能や特殊効果がつきます。中盤から戦闘機会が増えるため、ハクスラゲーとしても楽しめるようになることでしょう。次に水に関する要素が拡張されました。釣りや泳ぎやら、雨が降ると川が氾濫したり、氷が張って上を渡れます。
また調教関連も拡張されました。動物が40以上追加され、新たな調教命令が可能です。食料を集めてくれたり、地面を掘ってくれたり、爬虫類に手術を行い、知能を高めて手なずけられます。テイマープレイもより楽しめるようになっています。ただ今回手なずけた動物の運び方がわからず、連れて行くことができませんでした。きちんとした方法はあるのでしょう。といったこれまた遊びきれないほどの要素が追加され、もちろん今までの DLC 要素を兼ねてプレイでき、ますます無限に遊べます。今まで見た目で気にも留めていなかったが、なぜここまで世に評価されているのか、気になる方はチェックしてみてはいかがでしょうか。正式版リリース日は2018年10月17日で PS4 と Xbox 版もあります。それと現在本体のリムワールドは 20% 割引の3120円で DLC オデッセイは2800円です。その他 DLC 各種もセールがなされており、まずは本体からでも十二分に遊べるし、一括に買ってしまうのもおすすめです。というわけで一体どんなゲームシステムなのか実際にプレイした様子をギュッとまとめたのでどうぞご覧ください。それでは始めていきましょう。リムワールドオデッセイ。さあ今回の DLC は一体どんな内容なんだ？はじめのシナリオ、グラブシップ。これが追加されてますかね？これは難易度が高いって書いてあるけど、これで進めていいのかな？前回の DLC、アノマリでしたからね。多分これだろうな。3人開始、重力技術、あと声優施設、そこら辺を初めから作れますと。で、物資が多少あって、お金やらなんやら、この重力、これは肝になるんでしょうね。では次へ。ストーリーテラーは、じゃあいつも通り、ランダムでいきましょうか。難しいと聞いたんで、難易度は普通かもしくはちょっと優しめがいいのかな。じゃあアドベンチャーストーリー、これでいきましょう。お次は、我々の思想ですね。作るコロニーがどういう考えを持ってんのかとか、思想は流動する、もしくは固定させる。こちらでさらに細かく設定できんのかな。今回宇宙に関わるから、船生まれ、地底人と相反すると。ボルト育ちとはね、相性が良くないですね。しかし室内を好む。で、栄養補給ペースを、それは食べても問題ないと。味気ない食べ物でもね。そしてキャラクターの選択。現状ここで用意されている。誰が3人選ぶわけですね。この3人でいいか。タマちゃんは格闘に検知ができる。射撃はできない。ドラッグ中毒者だ。とりあえず格闘は強いんだね。消化は苦手である。なんと、娘が、シュガーか。そういう設定のようだね。ガチムチ。こいつは格闘に優れている。格闘だらけだな。シュガーも格闘だな。みんな格闘技だ。これはこれでいいか。そう。あれ？マップ選択みたいなのないの？ミスを犯したあなたは、今、命を狙うメカハイブに追われている。宇宙生命体かな？メカハイブ。こいつら人類をね、滅亡させようと、企んでるっぽいですね。まずグラブシップを使って、惑星の安全そうな場所に逃げる。そういう始まりなんだ。打ち上げるにはパイロットコンソール。そこから発射コマンド。で、その後ワールドマップで惑星を見る。から着陸地点。ここら辺はいつものリムワールドになるんだろうね。今後どこへ逃げようとも、最終的にはメカノイドに見つけられます。これを止めるにはメカハイブそのものを見つけ出し、打ち負かさなければなりません。おお、さあ始まった。まずはゲームを止めて。どういう状況なんだ？ここに物資がすげえ溜まってるけど、発射するにはどうしたらいいの？これなんだこれ。これはなんかね、コアエネルギー的な感じだけれど。燃料タンク。パイロットコンソール。これで発射できんの？これ押したらいいんだ。すごいな。何したらいいか全くわかんないけど。とりあえず物資をね、収集命令を出しましょう。スラスター。これは何になるの？この船の火を吹くとこかな。他にロッカーがありますね。何を保管するか。とりあえず全部保管する。で、周りは壁で覆われていて。とりあえず集めさせよう。物資をね。ここら辺。スチール。どれくらいまで運べるかわかんないけど。いつになったら発射できるんだ？で、現状この場所は何なの？メカノイドに襲われた。なんか残骸なのかな？宇宙ステーションのね。これがメカノイドの破片っぽいね。これなんだ？重力計量パネル。それとお金。取引に重要だ。他に色々建物があるけど、メカノイドプロセッサー。こっから出てきたのかな、メカノイド。どうした？迫り来るメカノイド。やばい。メガハイブのスキャンプロセスがこの場所を特定しようとしている。グラブシップの場所が特定されると、みんな倒されてしまう。メカノイドが大量に派遣されてくるんだ。ちょっと急いで逃げようと。どれくらい猶予があるんだ？まだわかりませんね。メカの距離ってあるね。11時間。
これを探知したら、まあ、次の場所に移動するみたいな。そういう DLC になってんのかな。よし行くぞ。発射だ。乗組員、パイロット。予想される品質。18%。品質が高いほどどうなるんだこれは。現在の品質の場合、着陸してから 6.4 日間はグラフシップを再発進できない。さらに 73% の確率で小さな事故が起こる可能性がある。ということで、開始しましょう。開始。いけ。さあ、発進だ。お、本当に発射しますか？現在のマップにあるもの、すべて永久に失われると。まあいいや、ここは捨てていきましょう。そう、これでワールドマップを選ぶ。お、周りなんかあるけど何これ？オリオンステーション。お、なんだ。近寄りすぎた。いろいろ宇宙ステーションがあるんだね。ここにはまだ行けないのかな。まずは地上に行けという話でしたね。今度枠内っぽいね。行けるのは。この内部、行くところは。で、これら適正かな？適正かもしくは中立か。これ中立のようだね。黄色は。赤は危険だ。で、今作は川釣りとかね、その辺が新要素として加わってるっぽいんで、川沿いに降り立ちましょうか。川沿い。で、近くに中立がいるからね、NPC が来るのを期待してもいい。ここは全部暖かい場所のようだね。年平均気温7度から29度。寒い地域じゃないようだね。悪くはなさそうだし、川もあると。これ行ってみようか、じゃあ。よし。発進。うおー。あ、これ動けない。おー、すごい。歪む表現が。で、飛んできましたね。おー。さあ、到着した。地図を作成中。この時点で作られるんだ。着陸ゾーンを移動、確定？移動っていうのは違う場所に移動できるの？あ、できるっぽいね。すごいな。よし、どこに移動するか。地形を確認。周りは結構水がありますね。釣りができそうだけど。他に、この辺使えそうじゃありませんか？これなんだこれ。看護系？手術台。すっげえ手術台がいっぱいあるんだけど。恐ろしいな。冷蔵庫もあるよ。この中になんか入ってんの？もしくはこっち側が使えそうだが、ただやっぱ水のそばがいいからね。それを考えると。ここら辺がいいかな、これ。地形。掘って使えそうだよね。水は氾濫するともありますね。なんか桟橋みたいなの作られてるけど。とりあえずここら辺を掘って、暫定拠点にするか。ブロックされている。オレンジ色の部分は火がつくとこだから問題ないのかな。回転もできますね。到着、確定。うわー。おー、すげえ。おー、歪む。到着。すげえな、こりゃ。さあ、こっからが、いつもリムワールドの始まりですね。まずどうしたらいいんだ？なんか今燃料注いでる？注いでる感じだね。燃料どこに入れてんのこれ。入れ終わった？重力エンジン接続された土台500分の84。これどういう意味だろうね。とりあえず命令出すか。なんか落ちてるよ。こういうのは解体対象か。釣りするにはどうしたらいいんだろうね。釣り命令みたいのが新しく追加されてんのかな。今んとこ釣りみたいな命令なさそうだけど。赤い場所って耕すことができない場所とかでしたっけ？あ、でもここら辺畑は問題なさそうだね。よく育ちそうだ。現状の素材はどれぐらいあんだ？木材ある？部屋作るか。みんな採掘できる？採掘できないキャラいましたっけ？時間割。娯楽って何時間必要なんでした？思い出せないな。で、全員の心情を見ましょうか。現状はまだここら辺がプラスだからね。心情は良い方だね。見苦しい環境。3人問題ないかな。今んとこはね。これなんだ？思想かな？宇宙に住みたいって言ってますね。このマイナスは全員がつきそうだな。絶対に。装備品はどうだ？全員みんなで良さそうだけど。武器持ってない？武器ないのもしかして。これどうかな？この内部に寝ることもできんのかな？今んとこ小さいけどね。宇宙船の拡張ってどうやるんでしょうね。でかくできんのか、そのうち。おー、こんな命令ができるようになったんだ。一括して連結するものをね、掘るみたいな。お、水泳いでますね。今。すぐ上がっちゃったけど。ガチムチも？おー。これは今回の新要素か。泳ぐことでなんか、清潔度みたいなの上がんのかな。クエスト発見。奇妙な信号。なんだこれ。で、侵略に備える。虫族がこの村を品定めしている。
罠や土のうなど作りましょうと。とりあえず部屋は形になってきましたね。ちょっとずつ。さあ、ないと思いきや、ありました。ここに釣りだ。これを研究する必要があるんだね。その他オデッセイで追加されたものは確認できんのかな。あ、これもそうだね。強化橋。水上コロニーを作れる。じゃあまずは研究なのか。畑は作らずに、果たしてどれくらい生きるのかどうかだね。豚を買ってみました。貴様に名前を付けてやろう。貴様の名前はピックミートだ。調教、護衛人パン、あと食料調達。これが可能になる。現状はやっぱ訓練が必要なのかな。まあ誰か余裕がある人がしつけるかもしれませんね、そのうち。あ、よく見るとここにあった。こっちにあった。武器ありましたね。ピストルが。なんだ。作る必要なかったよ。結構あるじゃないか、武器。食料が減ってきたか。研究間に合わないかな、これ。畑が先かな。まあしかし、ベリーとかあるからね。野イチゴとか。そこら辺で頑張ってもらおう。カラスって、これ多分新しい動物だよね。今まで見たことない。手名付けはできないか。お、カラスを名付けましたね。新たなメンバーだ。クロミート。クロミートは一緒に戦ってくれるっぽいね。調教がうまくいけば。やばい。クガがクロミートを狙ってる。みんなでやるか。クガに勝てんのかこれ。いっけー。うわー。クロミート守れ。ガチムチ。お、ガチムチ。ガチムチ強え。あ、でも、タマちゃんが。よし、倒したなんとか。怪我を負ってしまった。さあ、ついに釣りが可能になりましたね。釣りエリアをまず配置するんだ。釣りのエリア。ゾーンかな？釣りゾーン。これをどうすりゃいいんだ？水上に配置する必要がある。こんな感じで？魚がこういない可能性あるよ、これ。あらら、せっかくここに作ったのに？あらー、残念。じゃあこっちはどうだ？あ、これいきましたね。これで釣り、在庫100まで繰り返す？魚の生息数、非常に少ない。鮭が取れるっぽいね、今は。生息数はどこで見れるんだ？ゾーンを指定しないで見る方法はないのかな？で、釣りを優先するにはどれだ？釣りさしたいけどね。お、二人で釣りを開始だ。釣れてんのかこれ。今どれくらい釣れてるかとか書かれてないな。あ、一匹釣れた。できたできた。これでタイミングが合えば調理してくれるんだね。調理始めましたね。これでしばらくは食料は何とかなるかな。ただちょっと距離があるんだよな、ここ。効率は良くないか。やっぱり魚を直食べちゃってる。釣った途端。お腹が減りまくってるがために。やばい。メカノイドがもう来るよ。逃げなくちゃならない。こんなに早く来るんだ。一節3日って、どれくらい？日付的には。まだまだ余裕あんのかな、これは。ガチムチがー。行ってしまった。栄養失調。もっと畑を早く作っていれば。ちょっと次の日お試しでも飛んでみようかな。これ以上ここにいてもね、進展があまりない感じなんで。よし行くぞ、発射だ。乗組員、一緒に連れていけんのか。じゃあ問題ないかな。脱出だー。さあ、この星で得たものは、スチールでした。やっぱり永久に失われるってあるね。クローミートが取り残されてしまう。これどうすりゃいいのこれ。一緒に連れていけないの？ダメっぽいな。まあ、仕方ない。行くぞ。現状がここで、さらに、ここを中心としてね、どこに行くかを設定するっぽいね。どれくらい飛びゃいいんだ？それわかんないな。ここどうだろうね。ちょっと行ってみようか。行け。うわー。さらばだー。さあ、マップ生成が完了して、初めから建物があるけど、水がないね。これ水かと思ったら水じゃなかった。これがランドマークってやつか。新たな。そのまま住めそうだけどね。なんかやばそうなエリアよ。これどうなっちゃってんの？これ、隠れてそうだな。やばいのがこの、ドアの向こうに。有毒な水？屋外。なんかまずかった、ここ。有毒な水だって。やばい。みんな倒れてる。これ一体何が起きたんだ？えらいところに来てしまった。こ
これは確かに相当難しいな。何度もね、やり直し、やり込みたい感じあるね。とりあえずここでもクエストは引き続き受けられるっぽいんで。まあ、継続してやっても良さそうだね。到着。あ、一応木はあるね。なんか、枯れてそうな。どうした低空墜落？あ、事故が起きたのかな？悪い結果が起きてしまった。なんか直したりする必要あんのかな？バイオ燃料がこれなくなってしまったら飛べなくなるのかな？それまでにバイオ燃料をね、作れるようにしなきゃいけない。可能性があるね。なんだこいつ。オオトカゲ。大丈夫かな？襲われたりしないだろうか。さあ、本日はここまでですね。こちら気になる方は、ぜひ購入して遊んでみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。